スクリプト API ジェネレーターの使い方後編です。前回よりももっと詳細に踏み込んだ説明をしていきます。そもそも何の話をしてるのってお思いの方は先に前回の動画を見てくださいね。説明の前にまずは昨日からの変更点から。処理ブロックをコピーできるようになったらガチの神やな。ものすごく処理ブロックの並び替えが欲しいです。これ見て確かにと思ったので実装してみました。処理ブロックをホバーすると何やらアイコンが増えてると思います。真ん中のやつ。これがコピーボタンです。クリックするとブロックが増えましたね。中身もそのままコピーされます。同じような処理をしたいけど少し挙動を変えたいみたいな時に使えるんじゃないでしょうか。そして関係ないけどリネーム機能もつけてみました。デフォルトだと新しい処理という名前になりますが、これを好きな時に変更できます。実用上は意味はないんですけどね。そして肝心の並び替え機能。こんな感じでブロックをドラッグ&ドロップすると並び替えることができます。以上が変更点の紹介でした。さて、この動画では左側に表示されている各メニューの解説と主なブロックの使い方について触れていきたいと思います。まずは一番上のイベント。前回も軽く話した通り、これが全ての大元です。ワールドが読み込まれた時とか、アイテムが使用された時とか、処理ブロック内で何かしらのイベントをトリガーする必要があります。同じ処理ブロック内で複数のイベントブロックを置くことは推奨されてないので注意しましょう。さて、続いてアクション系。大まかに言うと、何かを実行する系統のブロックですが、より踏み込んで言うと、エンティティに影響を与えるブロックです。コマンドを実行するとか、メッセージを表示するとか。TAG の検知や付与、剥奪のブロックも追加してほしい。というコメントをいただきまして、前回より若干増えてます。この中でよく使うのだとコマンドの実行ですかね。汎用性が高いので、気軽に使うことができます。あと、プレイヤー変数をイベントブロックの中に入れると、自動で適切なものが選択されます。今回だと ARG、ソースになってますね。これは、イベントブロックによって動的に変化します。例えば、ブロックを破壊したとき。そうすると、プレイヤー変数が ARG、プレイヤーになったのがわかるでしょうか。ARG、ソースと ARG、プレイヤーの使い分けは、だいぶややこしい部分なので、この部分のミスはなくなるはずです。エンティティが攻撃された時のブロックに入れると、攻撃したエンティティ、されたエンティティに変わります。そして、スクリプトイベントのブロックだと、イベント源エンティティに。地味な変更点ですが、使いやすくなったかも。続いて、制御系のブロック。皆さんが想像する通り、if 文とか for 文とかです。この中だと、すべてのプレイヤーについて実行も、地味ながらよく使うと思います。どういうことってお思いかもしれませんが、ちょっと例を見せましょう。例えば、マイティック実行のイベントがあったとします。この中に、コマンド実行のブロックを入れると、実行エンティティが、このイベントでは使用できませんね。マイティック実行の場合にトリガーするエンティティがいないからですね。そういう時に、すべてのプレイヤーについて実行と、プレイヤーカテゴリーのループ変数が使えます。ちょうどこういう感じですね。結構よく使う手法なので覚えておきましょう。さて、制御はこれくらいにして次はエンティティカテゴリー。便宜上、プレイヤー関係もこっちに入っています。上2つはエンティティ関係の変数、後半はエンティティのデータ取得系ブロックになってますね。出力が数値なら紫に、文字列なら緑色になってます。その下はアイテムスタック関係。アイテムスタックというのは、アイテムの ID とか個数とか諸々の情報が入ったデータ型のこと。一番上の1個のヤモンドがアイテムスタックを作成する基本になるかと思います。続いて、場所。これは、X、Y、Z の情報を含むオブジェクトのことで、ベクトル3とか言われるやつです。場所を指定する関数の引数でたまに使うので入れておきました。基本は一番上のやつを使うかな。
続いてブロックカテゴリー。言わずもがな、ブロックに関するデータです。一番上の対象のブロックというのは、イベントの対象となっているブロックそのもので、破壊されたブロックの ID というのは、それが破壊イベントであった時に専用で使うやつです。少し例を出しましょう。ブロックに関するイベント、ブロックを右クリックした時を使う場合、対象のブロックを用いることで、右クリックされたブロックの取得ができます。ちょうど、こんな感じの構成になりますね。しかし、ブロックが破壊された時を用いる場合、そっちではなく、破壊されたブロックの ID を用いることになります。カスタムコンポーネントも同様です。続いて、基本。ルールとか、数値とか、文字列といったような、基本的なものですね。その下の数学には、数値の演算、数学的な関数などが入ってます。πとか、ネイピア数とか。いつ使うの？とか言ってはいけない。この中だと、乱数は割と使えるかもしれないです。2分の1の確率で何かを実行するなどですね。次にシステムも見てみましょう。前半は、システムに関係するブロック、後半はスクリプトイベント関係です。そんなによく使うものではないかなという気はしています。次のワールドも同様。メッセージの表示は使えるかな？次に、スコアボード関係。当初は配置する予定はなかったのですが、スコアボードの取得って、スクリプトが面倒な割によく使うので入れておきました。スコアボードの加算や設定のブロックはまだしも、取得はよく使うと思います。次に、ディメンション。スクリプト API の主役ではないですが、これも関数の引数でたまに使います。特に重宝するのが、指定ディメンションでのコマンド実行ですね。こんな感じで、プレイヤーに依存せず、ワールド側でコマンドを実行できます。次に、フォーム。いろいろ並んでいますが、要は、こんな感じの UI のことです。ちょっと使い方が特殊です。詳細については後で解説します。次に、変数。一見すると、大したことのない機能ですが、これかなり重宝します。まずここにある変数の作成を押しましょう。すると、新しい変数を設定する画面が開きます。適当に文字を入力。すると変数が登録されました。これを、プログラムの中に組み込むことで、その変数に適当な値を代入して定義できます。2回も3回も同じブロックを置かずに済むというわけですね。一度定義した変数は、その処理ブロック内では何度も呼び出すことができます。最後に、テンプレート。一番下にあるやつです。個人的によく使うやつ、あるいはあると便利だろうなというものを3つまとめてみました。1つ目は、アイテムの使用をトリガーしてコマンドを実行するやつ。シンプルですね。そして、2つ目は、1秒おきに、すべてのプレイヤーにエフェクトを付与するスクリプト。サンプルとして使えると思います。そして、3つ目が、フォームを定義するスクリプトです。これ、フォームという変数を定義して、そこにモーダルフォームを入れています。一から作るより、これをテンプレートして使った方が早いかも。ちなみに、これ、ちゃんと動作します。見てみましょう。さっきのスクリプトを保存して、ゲーム内でコンパスを使用すると、フォームが表示されて、送信を押すと、その数字が表示されます。テンプレートとしては使えるかも。最後に、エクスポートとインポートについて。右下にいくつかボタンが増えてると思います。上のやつが、エクスポート。これを押すと、現在の処理ブロック内に配置されているブロック群を XML 形式で保存できます。そして、保存したプロジェクトは、逆にインポートすることもできて、例えば、こんな感じで新規に作成した処理ブロック内に、先ほどの XML をインポートしてみましょう。無事、ブロックが復元されましたね。ちなみに、XML を開くとわかると思うのですが、これ自体は特殊なファイルではなく、何の変哲もないテキストです。したがって、共有することもできますし、テキストとして送ることも可能です。もしテンプレートとして保存してほしいブロック構造があったら、ぜひ、この形式でコメント欄に記載していただけると幸いです。以上、
制作したスクリプト API ジェネレーターの使い方でした。他にも、ご意見や要望、不具合の報告など、ありましたらコメントをお願いします。